皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。C 言語の変数は参照できる範囲の違いによりローカル変数とグローバル変数に大別されます。今回はこれらの変数の機能と違いについて説明します。ローカル変数は関数中で定義され、この定義を行った関数だけで参照することができます。メイン関数において変数 A をイント型で定義したとき、この変数はメイン関数の中だけで有効となります。したがって関数ファンク括弧では、この変数を直接参照することができません。もちろんすでに説明したように、ポインターを使ってアドレス渡しを行っていれば、そのアドレスデータの書き換えは可能です。しかし、このためには少しばかり手間がかかりますね。アドレス渡しを行っていなければ、この関数中で同じ記号 A を使ってイント型変数を定義しても、この A はメイン関数中の A とは無関係な変数となります。同様に、ファンク括弧中で定義されたイント型変数 B はこの関数だけで有効となります。一方、グローバル変数は関数の外で定義され、すべての関数中で参照することができます。例えば、関数の外で A、B をイント型変数として定義すると、以降はメイン関数や関数ファンク括弧中でこれらの変数を定義しなくても計算などに使うことができます。両変数の違いを練習問題の回答により理解しましょう。問題1、次の順番で作業を行うプログラムを作りなさい。1、関数外でイント型のグローバル変数 a=1、b=2 を定義し、これらの和をメイン関数で表示する。2、メイン関数で関数サブ括弧を呼び出し、この関数中で a と b の和を求めて表示する。3、a に10を b に20を加え、これらの和を表示する。4、メイン関数へ戻り、その和を再度表示する。それではプログラム例を示します。いつものようにプログラムの最初で stdio ヘッダーファイルを取り込みます。次に本プログラムで使用する関数サブ括弧のプロトタイプ宣言を行います。次の文で A、B をイント型のグローバル変数として定義します。合わせてこれらにそれぞれ1、2の値を代入します。メイン関数で変数の定義なしにプリント f 括弧関数で a と b の和を表示します。右に示す出力結果から分かるように、この出力値は3になります。次に関数サブ括弧を呼び出します。この時何も渡しません。サブ括弧関数でも変数は何も定義しません。そしてプリント f 括弧関数により a と b の和を表示します。この時の出力値は3になります。次に a へ10を b へ20を代入し、その和を表示します。出力値は30になりますね。メイン関数へ戻ります。ここではサブ括弧セミコロンの次の文、すなわちプリント f 括弧関数が実行されます。これにより a と b の和を表示します。これもまた30になりますね。このプログラムの実行結果から明らかなように、関数の外でグローバル変数を定義すれば、その後は値を渡さなくても
これらの変数を使った計算が関数内で正しく行われます。次はローカル変数とグローバル変数を使う場合の練習問題です。問題に、次の順番で作業を行うプログラムを作りなさい。1、関数外でフロート型のグローバル変数 sum と div を定義する。2、メイン関数でフロート型のローカル変数 a=1.0、b=2.0 を定義した後、関数サブ括弧を呼び出す。3、この関数中で a と b の和と小を求め、これらの値をそれぞれ sum、div へ代入する。4、メイン関数で sum、div の値を表示する。プログラム例を示します。関数の外でフロート型のグローバル変数 sum と div を定義します。メイン関数でフロート型のローカル変数と a と b を定義し、これらにそれぞれ 1.0 と 2.0 の値を代入します。次に関数サブ括弧を呼び出します。この時 a、b の値だけを渡します。サブ括弧関数では a と b の和を計算し sum へ代入します。また a の b による小を div に代入します。メイン関数へ戻り、サブ括弧関数で求めた sum と div の値を表示します。右に示す出力結果のように、これらの値はそれぞれ 3.0、0.5 となります。これより計算が正しく行われることがわかります。このプログラミングの利点は、値渡しまたはアドレス渡しを行うことなしに、sum と div の値をメイン関数で表示できることです。これが可能となったのは、sum と div をグローバル変数として定義したことによります。グローバル変数は確かに便利な機能ですね。これにより C 言語によるプログラミングの初心者はグローバル変数を多用してしまいがちになるかもしれません。手間がかかりますが、私は同じ作業を行う練習問題を次のように書きます。ここでは sum、div もまたローカル変数として定義しています。なぜかというと、グローバル変数を使用すると、後でその記号を使ったことを忘れてしまい、同じ記号を使って意味の異なる変数を定義してしまうことがあるからです。これはプログラムのサイズが大きい場合や、他のものが作成したプログラムを引き継いで修正する場合によく起こります。数値計算では多くの関数を使い、複雑なアルゴリズムで計算することが通常です。プログラム中に同じ記号のローカル変数とグローバル変数が含まれると、計算間違いが生じる恐れがあります。以前、ベーシックでプログラミングを行っていた時、このような問題で悩まされました。当時のベーシックでは、すべての変数がグローバル変数として定義されました。これにより主要記号の重複に気づかずに間違った計算を行うことがよくありました。この私の経験から、グローバル変数の使用は極力避けるべきだと考えています。手間はかかりますが、ローカル変数が使用できることは C 言語の大きなメリットです。よって、ローカル変数を使いこなせるようになるために、ポインターの機能をしっかりと理解してください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。